こんにちは、トバログです。今月もねたくさん物を購入しているので、最近ね買ってよかったものっていうのを紹介していこうと思います。結構ね頻繁にやってる気はするんですけども、最近結構ね間が空いてしまって、2月分3月分、4月前半分っていう感じでやっていく感じですね。2ヶ月半分の購入したものたちをいろいろガジェットとか、あと旅行グッズとかちょっとしたねファッションアイテム的なのをね購入しているので、全部紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでまず最初に紹介するのはこちらですね。これはApple の Vision Pro です。いやー、ちょっと前にもね動画でこういうねハワイに1泊3日で、買いに行きますみたいなね Vlog をアップしたりしていて、その後のねレビューとかでも、まだ使いづらいかなみたいな話をしていたんですけども、実際2ヶ月ぐらいね購入して経った今でもかなり、実用的にというか結構日常的にね使っているデバイスの一つです。Apple Vision Pro はそもそも何なのかっていうと、これねこういう風に、目に装着して使うタイプのガジェットなんですね。これ今まで iPhone とか、MacBook とか結構画面を見ながらね使うっていうデバイスが Apple の、主力商品だったと思うんですけど、今回からこのね、今回からっていうかちょっと開発機的なイメージではあるんですけど、Vision Pro っていう目に装着するタイプのコンピューターが発売されたっていうことで、これはもう買わざるを得ないっていうところからね購入しています。実際ね何が違うのかっていうのは結構前の動画でも紹介しているんですけど、今までの、VR ヘッドマウントディスプレイってどっちかっていうとこう空間の中にね飛び込んで VR の世界とか今まで行けなかったような宇宙の世界とか、そういう場所で友達とね、会話を楽しんだりとかゲームをプレイしたりっていうのがメインだったんですけど、Vision Pro が違うところとしては、これを装着すると仮想空間の中に移動するっていうよりかは現実空間の中に、ホバーしてね、PC の画面だったりとか音楽とかそういうコンテンツとか家具みたいなのとかを、バーチャルで、投影させることができるデバイスっていう感じですね。トバログ普段どういう風に使っているのかっていうと、装着するとこんな感じで、普通のね景色が見えるわけなんですけども、そこに対して MacBook のね画面をミラーリングするっていう、そのね外部ディスプレイとして使うっていうのが今のところのねメインユースケースですかね。本当に小さいね画面の13インチ MacBook Pro もこんなに大画面の 4K50 インチぐらいのディスプレイで作業ができるので、動画編集とか結構ねめんどくさいかなり大きい画面が必要とする作業も結構快適に行えます。しかもね最近なんかアプリも拡充してきて、こういうね、バッテリーモジュールみたいなバッテリーの残量がわかる家具みたいなのが置けたりとか、仮想空間の中にねアトモフウィンドウみたいに別世界がまるで部屋から景色が見えているみたいな、そういうね家具的なウィジェットを置くこともできるようになっていて、これが結構面白いですね。で結構個人的にね使い勝手がいいなと思うのが Apple Music で、 Apple Music も Vision Pro がこれ空間オーディオに対応していることで、本当に部屋全体で鳴り響いてるかのように、実際はここの耳だけで鳴り響いてるみたいな、そういうなんか変わった使い方もできます。で現状ねもう1枚ディスプレイを追加することができるアプリが有料版なんですけどあるんですよね。でそれによって普段メインでこの動画編集をしつつ、横でね情報を得ながらこうパソコン作業するっていうのもしやすいっていうのがいいですね。現状ね日本語対応はしていないので、本当に MacBook の拡張アクセサリー的な感じで使うことが多いんですけど、これに関しては空間をね丸ごとコンピューター化するっていうね、その家具を置いたりとか画面をねすごい大きいのをホバーさせたりとかができるので、今までのなんか携帯を買い替えるとか MacBook を買い替えるとか、そういうのとはね全く違った使い方とか新しいね使い方が見出せている点がすごくね楽しみですね。本当に日本語対応されたらキーボードとこれだけを持ってね、コンピューターで気軽にこう作業するっていうのもできるようになると思うので、それがねできるようになってきて、さらにもっともうこのぐらいのコンパクトさとかになってきたら本当に実用性上がるんじゃないかなっていう感じなんですけど、現状はねかなり満足して使っているっていうところで、これをね最近購入しています。正直ね60万円とかして本当に皆さんに教
おすすめするっていうよりかは、ガジェットが好きな人が、本当に趣味的にね買うアイテムだとは思うので、おすすめはしづらいんですけど、個人的にはかなり買ってよかったアイテムの一つですね。はい、続いて買ってよかったもの、こちらもね動画でちょっと前に紹介しているんですけども、 DJI Pocket 3っていう Vlog カメラですね。これはずっと前からこのね前のシリーズを使ってきて、トバログの Vlog って大体これで撮られていたんですけども、そのね最新モデルが、半年前に発売されたのかな、結構前なんですけど、これをね今更ながら購入してしまったわけです。これのね凄さは結構前から紹介しているんですけど、なんと言ってもこのブレなさですよね。手ブレのしにくさみたいなところと、あとこのねメインカメラがぐるっと回って自撮りがすごくしやすいっていうところがポイントのカメラなんですけど、それのね最新版の DJI Osmo Pocket 3っていうわけですね。前のモデルの Pocket 2も持っていて、こうやって見るとねかなり大きさが大きくなっていることがわかると思うんですが、具体的に何が変わったのかっていうと、まずねカメラのセンサーサイズが1インチになっています。それに伴ってなのか 4K のログ形式で収録できるっていう、しかもね10ビットに対応しているっていうところで、よりねプロ向けになったカメラっていう感じですね。かつこの画面もね大画面化したことでかなりね操作性が上がっていて、普段からVlog をねカジュアルに撮る目的から、本当に映像制作とか、Vlog 撮ったりとかねインタビュー撮影とかそういうのでかなり使えそうだなっていう印象ですね。で実際にね撮った映像はこんな感じです。ちょっとね自分好みの色を乗せちゃってるのでちょっとあれなんですけども、こんな感じに自分の好きな色でね表現ができるっていう点が本当に最高ですよね。今オーストラリアにいるので、オーストラリアの海沿いとかを散歩しながら撮ったりとかね、あと自分の Vlog みたいな家族 Vlog とかを撮ったりするんですけど、こういうなんか雰囲気で、しかもノイズも少なく綺麗に撮れるっていうところがやっぱりね DJI Pocket 3買ってよかったなと思う点ですね。で最近個人的なところなんですけど、インスタグラムのねリールとかもちょっとおしゃれな雰囲気でこうやってね撮ってみることがあって、そういうね縦画面とかもこうやって、縦画面のね動画をすごく撮りやすいっていう点も、ポイントですね。わざわざ三脚を立てて構造いちいちねすごく三脚で調整しなくても、ここがこう雲台みたいになってることでかなり、気軽にねこういう縦動画とかなんかちょっとした動画がすごく撮りやすいんですね。これから Vlog とか、あと縦動画ショート動画とか、インスタグラムのリールとかそういうのをね撮ってみようかなって思ってる人には本当に最適なカメラだと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてはコストコ購入品なんですけど、これはビタミン C のタブレットですね。ビタミン C を噛みながら、一応サプリメントなんですけど、これ本当にラムネみたいになっていて、このままねカジカジしながらビタミン C を摂取できるっていうタイプのめちゃくちゃでかいビタミン C のタブレットです。今までサプリメントとかって全然取ってこなかったんですけど、結構ね、オーストラリア滞在期間中に旅行に行くこともあったり、本当に不規則なねビジョンプロ買いに行ったりとか、不規則な生活が続いて体調崩すのもねちょっと何回かあったんですよね。であと口内炎が増えたりとか、そういうのもあったりして、でそれでねちょっと悩んでたところ、たまたま Twitter のねフィードを眺めてたら、なんか旅行とか出張に行きまくってる人が、旅行に必ず持ち運ぶものとしてビタミン C のね、サプリメントを紹介してたんですよ。そういうねストレスとか風邪とか病気に対するね抵抗力を本当に強めるみたいなところで言うと、ビタミン C は気軽にね摂取できて人間にとってもすごく必須なんだけど、旅行先だとね結構フルーツとかそういうの取りづらいっていうところで、これはあった方がいいっていうね感じだったので、僕もね実際にこれ、今年の初めぐらいに購入してから本当に10日間とかのパース行ったりメルボルン行ったりの旅行とかでもね飲んでたんですけど、本当に元気にね、普段通りいつも通り過ごすことができたので、結構疲れはあったんですけど全然ね体調的には問題なく過ごせたので、こういうの普段から取ってるといいのかなと思って、少しぐらい役に立っているのかなと思って紹介している感じです。あとトバログ結構オーストラリア来てからめっちゃ日焼けするようになったんですけど、ビタミン C はねその日焼けのちょっとねそういうのを防ぐ効果もあるみたいで、そういうところでもね、使えるっていう感じですかね。これからちょっと暑い季節になってくると思うので、気になる人はぜひね、コストコで多分売ってると思うんでチェックしてみてください。こんな感じですね。酸っぱい。
はい、続いて最近購入したものだとこちらですね。これはカメラ好きなら誰もが知ってると思うんですけど、ピークデザインっていうアメリカのカメラ系のねアクセサリーメーカーが出している iPhone ケースとトライポッド三脚ですね。これはちょっと前、2ヶ月ぐらい前にね購入しているんですけども、めちゃくちゃいい感じなので紹介しようと思います。実はね今動画を撮る時に iPhone で次何話そうかなっていうのをね見ながら喋っているんですけども、そこでめちゃくちゃ役に立っているこちらのアイテム、ここに見えてるのがこのピークデザインの三脚ですね。これはちょっと前のね買ってよかったトラベルアイテムみたいなのでも紹介しているんですけども、これめちゃくちゃいいんですよね。何がいいのかっていうと、やっぱりこのマグセーフで iPhone の後ろにガシッと止められるっていうところですね。こうやってね iPhone でちょっと動画撮りたいなみたいな、iPhone でちょっとした動画見たいなとか、そういう時にガジェットポーチからわざわざね三脚を取り出してこれに装着してつけるっていうのがめんどくさくて、それだったらいいかなみたいになりがちなんですけど、このねピークデザインのこれだったら薄くてピタってくっつくので、このまんますぐに思い立ったらこういう風にね使えるっていうのが、やっぱここのシームレスさが最強ですね。こうやってピタって貼れば横でもねこういう風に使えるっていうところからかなり気に入っています。で、作りもしっかりしていて、ここがねボール状の雲台になっていて、ここに結構グイグイとかなり iPhone を押さえるぐらいの力だったら全然支えてくれるということで、ここのフレキシブルさが最強だなと思います。で、これすごい考えられてるなっていうのだと、ここにちょっとしたアイテムが見えると思うんですけど、ここをカチッと押すとこのまんまこれ六角レンチになってるんですよね。いつでもすぐにこういう風に差し込んでこのままくるくる回してボール雲台の硬さを調節できるっていう、こういう細かいギミックが作り込まれている点がめちゃくちゃ好きですね。価格にすると1万2000円とかで結構高いんですけど、このままいつでもね持ち歩いて使えるっていうところが最強のモバイル三脚かなと思っています。ただこっちもね一応これを使うためにこのピークデザインのケースも購入したんですけど、実はねケースがなくても普通にこのマグセーフ対応ケースとかであれば全然このまま使うことができます。磁力がね、ちょっとだけ弱い感じはあるんですけど、全然問題なくこの状態でくっつけても割とねこうやってもね iPhone から落ちないっていうところなので、実際これは買わなくてよかったかなっていう気はしてますね。一応本体紹介するとこういう感じの本当にクオリティの高いおしゃれなケースなんですよね。で、何がこのケースのメリットなのかっていうと、ここに場所って突起がついてると思うんですけど、これがあることでこのピークデザインの自転車につけるマウントとか、あと車にね装着するためのマウントにガシッと取り付けることができるんですね。なんですけど僕の場合は現状ねこのトライポッドを使いたかっただけなので、ここの突起とかをね使うわけでもなく、ただガシッとね後ろにくっつくだけなので、デザイン性とかはすごいいいんですけど、本体の色を白で押さえておきたいっていう用途だと、このまんま使うのでも全然いいから、ケースはなくても良かったかなっていう感じがしています。本体のカラーで言うとこういう風にねマッチする感じはあるので、こんな感じで黒系のね、本体を使ってる人とかケースを使ってる人だったらこういう風に持ち歩く方がやっぱかっこいいですよね。この統一感がある感じの方がおしゃれな感じはするんですけど、必須っていうわけではなさそうですっていうところで、ケースっていうよりかはこのね三脚が本当に買ってよかったなっていう気がしてます。気になった人はね概要欄の方にリンク載せておくのでチェックしてみてください。はい、続いて紹介するのは帽子なんですけども、これ普通の帽子じゃないんですよね。これちょっとねよく見てもらうとわかるかなと思うんですけど、実はねトバログのオリジナルアイコンをこのね帽子にくっつけたものです。これはね自分のロゴをプリントというか刺繍してくれるサービスオーストラリアで見つけて、それでね自作した世界に一つだけのね帽子っていう感じです。実際身につけるとこんな感じですね。普段こういうベージュとか本当にアイボリー系の服を着ることが多いので、それと合わせても違和感のないようなねこの白系統で、あとアイコンとしてこのオレンジ色のロゴがついているこの帽子を作ったっていう感じですね。これなんで作ったのかっていうと、結構最近オーストラリアにいて、
外でね動画を撮ることも多かったり Vlog とかでも撮ったりするんですけど、いつもね、同じ帽子をかぶってるわけなんですよ。結構帽子って割とマークとか目立つじゃないですか。なので、せっかくだから、オリジナルのこういう帽子作ってなんかずっとねトバログ仕様にしておいた方がなんか自分的にも気分上がるなみたいな、動画を見ても一発でトバログって感じがするし、このね好きな色味でこういう感じで帽子かぶれたらいいなっていうところでねこちらを作ったわけです。でこのねロゴに関しては全然まだ発表してないんですけども、ちょっと前にねトバログのロゴを作ってくれた鎌田さんっていう人がいて、パラフっていう、YouTube チャンネルやってるんですけど、彼がね作ってくれたロゴで、本当にこういう帽子にしたりとか T シャツとかそういうのにねアップリケ的な感じで貼り付けたり刺繍をするために作ってもらったロゴなんですね。で今まで全然そういうのできてなかったんですけど、トバログが自分で身につけるこういう帽子とかなんかステッカーとかにしてこういうねものが欲しいなと思って、より自分のものっていう感覚がね愛着が湧けるように欲しいなと思ってたロゴだったので、せっかくこのオーストラリアでいつもかぶってるタイミングだからこの帽子を作ったっていうわけです。こういうビジョンプロとかと合わせてもいい感じじゃないですか。いい感じかどうかは分かんないですけど、実際ね写真に撮るとこんな感じだったりして結構いい雰囲気ですよね。ちょっとね仮でオーストラリアで作っただけなんですけど、日本にもねこういう刺繍とかしてくれるようなサービスって結構たくさん、すずりとかそういうのもそうですけどあったりするので、もう少し自分のね好きな素材感とかで好きな色とかもうロゴの位置とかもねもうちょっと大きくするとか、そういうのねいろいろ考えながらちょっと自分仕様の自分だけの帽子を作っていこうかなっていう感じです。こういうのに関してはね本当に発売するとかそういうのじゃなくて、本当に自分で使うだけの目的なんですけど、もしね皆さんもロゴだったりとか自分のイラストとかがあったら、おそらくそういうプリントサービスとかも結構あったりするので、それでね作ってみるといいかなと思います。はい、続いて最近購入しているものだとこちらの服ですね。ちょっとこれ見づらいかもしれないんですけど、なんかオーストラリアのユニバーサルストアっていうね服屋さんがあるんですけど、そこで購入した、いい感じのこのシャツです。めちゃくちゃいい。これ一応ねタグにはコモンニードっていうブランド名が書いてあるんですけど、実際ウェブで調べても全然情報が出てこなくて、多分ねユニバーサルストアっていう会社というかねストアの、プライベートブランドなのかなと思ってるんですけど、めちゃくちゃこれ着心地が良くて気に入って今使っています。素材感とかをしっかり動画で見せるの難しいんですけど、こういうねザラザラとした洗いざらし系のオーガニックコットンを 100% 使っているみたいで、このストライプの色のね淡い感じもそうだし、実際にこう着た時のシルエットというか長さとかもすごいちょうどいい感じなのがすごい気に入っています。最近は結構こういう素材感のシャツとかなんかこう洗濯してもそんなにシワが気にならないような服とかがすごい好きなので、これはねすごいいい買い物だったなと思います。価格にすると90ドルだから9000円ぐらいかな。日本円で9000円ぐらいとかなんで、結構日本でこういう感じの服買うと2万円とかしてくると思うんですけど、オーストラリア結構ね服が安かったりするので、9000円って聞くとやっぱちょっと高い感じはするんですけど、素材感とかこの風合いとかを考えると割とねいい買い物できたんじゃないかなと思ってます。はい、続いて購入したものだとこちらですね。こちらホット。はい、こちらのプリントですね。めちゃくちゃいい風合いでミニマルで本当に好きなものなんですけども、こちらはねアメリカの版画アーティストのクリス・タンハムさんっていう人がね作っている、版画のプリントですね。すごくないですか？これプリントではあるんですけど、版画でこういう色味でミニマルなんだけど、こういうなんか風合いのものが作れるっていうのがすごいかっこいいなと思ってこちらを購入しています。実はね昔トバログのルームツアーをやった時にもこの人のね作品を紹介させてもらっていて、4年前にメルボルンのアートギャラリーで購入したんですけども、この間ねメルボルン行く機会があって同じ店に行ったらもうこのね人のこの版画別の作品が展示されていたので、思わずその場で購入してしまったっていう感じですね。いやーいいですよね。僕は全然アートとか詳しくないんですけども、やっぱりねこのミニマルだけどパステル調のこの淡い風合いが、しかもこれ手
手で描いてるんじゃなくて版画で作られているっていうのがねすごくかっこいいなと思って、結構トバログ白いガジェットとか白いアイテムで物を揃えたりするので、こういう絵とか写真とかはね割とパステル調のものが好きだなっていうところで、この作品をね購入させてもらってますね。ウェブサイトとかインスタグラムとか見てもらえばわかると思うんですけど、この人の作品ってこういうね風合いのものがすごく多いので、ついついね購入してしまいますね。それをねトバログの部屋ではこんな感じでマジックテープのなんかこう貼っつけるやつがあるんですけど、それでね固定して使っています。はい、続いてもね作品のプリントなんですけども、こちらはね前にもルームツアーさせてもらった目黒圭さんっていう日本人のね、アーティストが作っているこのプリントですね。本当に動画で質感とかが伝わるかは難しいんですけど、本当に鉛筆だけでこの光沢感とかこのシワの感じとかそういうのがね全て描かれているのがめちゃくちゃすごいなと思います。実際にね前に鉛筆で描いているところも見せてもらったんですけど、本当に理解できないぐらい繊細なねタッチで、これをねもう本当に1枚10時間とかかけて作るらしいんですけど、それのねプリントを購入させてもらっています。これを購入したのが1月1日に石川県のね能登半島地震があったと思うんですけど、その時にね目黒圭さんがチャリティーとしてね、この絵の売り上げをこの石川県に寄付しますっていうのをやっていて、でそれでねこういう取り組みかっこいいなっていう、前にもね実はハワイの火事とかの時にもやられていたんですけど、その時にもね購入させてもらったんですけど、今回もやられているっていうところで購入してしまいましたね。そういう取り組みとかができるのは本当にすごいですよね。かっこいいなと思います。本当にねオーストラリアで購入したのでオーストラリアまで送ってもらったんですけど、それをこういうフレームに入れてあっちのね端っことかに今は飾っています。こういう感じ、こういう風に飾らせてもらっています。なんか最近本当にこういう壁をね彩るというか、そういうのがすごいいいなと思うようになってきて、自分でね、作ったこう写真だったりとか、こういう作品、誰かがねもう命を削りながら作った作品とかって本当にかっこいいなと思うので、そういうのね置いてちょっとインスピレーションを受けたりとか、この人たちもこういうのを作れるぐらいまで頑張ってるんだから自分もなんかやんなきゃみたいなね、そういう気持ちにもさせてもらえたりもするので、そういう自分がねすごく感銘を受けた作品は積極的にね購入して周りに置きたいなと思っている次第です。こんな感じで最近はねいろいろと購入しています。はい、続いては恒例の最近買ってよかった本ですね。最近買ってよかった本はこちらですね。ドーパミン中毒、快感に殺されるっていうねラベルとともに紹介されているこちらなんですけども、これはなんか自分の人生にかなりプラスになるというか、なんか避けなければならないこととこれをねやっていきたいっていうところがね本当にいろいろと明確になるような本で、これは本当に面白かったです。著者はねアンナ・レンブケさんっていうアメリカ人の精神科医の人がね、今スタンフォード大の医学部の教授とかをやっていると思うんですけど、その人が書いた本ですね。なぜこの本を知ったのかっていうと、ちょっと前に、ピボットチャンネルっていうちょっとね意識が高い20代30代の人たちに向けていろいろなね情報を動画で発信しているこういうメディアがあるんですけども、その中でこの冷たいシャワーで脳のドーパミンを出せっていうのがいきなり流れてきて、フィードにで、それでどういうことと思って、あんまりもう冷たいシャワーとかそういうね体ハックみたいなことって全然興味なかったんですけど、このね冷水シャワーみたいなところで言うと、このドーパミンをどういう風に出すかによって一日のねこの気持ちよさみたいなのが結構変わるみたいな話を、ざっくりとなんですけどそういうことをしていて、例えば一日の始まりに SNS とか、Twitter のおすすめとかで結構こう心が揺さぶられるなんか怒りとか、そういう憎しみみたいなの結構あるじゃないですか。そういうのとかチョコレートを食べるとか、何もせずにねドーパミンを出すような物質とかを注入していくと、後からこう副反応的にちょっと体がだるくなったりとか、なんかねちょっとなんか気持ち的に落ち込むみたいなのがあるらしいんですけど、逆にこの冷水シャワーとか運動をするとか、最初に体にね負荷とかそういうのをかけた後に、それをね戻そうとする作用が働いて出るドーパミンに関してはすごく、心地よくドーパミンが増えていって緩やかに減少していくっていうね、そういう流れとかがあって、確かにそれめっちゃ面白いなと思って、いろいろねどういうことなんだろうっていうのをね調べるために、この人のね本を買ってみたっていう感
感じですね。実際この中にはドラッグ中毒になってしまった人とか、そういうねいろいろな中毒に侵されて悩みながらも人生を先に進めていくっていう、そういうね事例が多くて、どっちかっていうと解説っていうよりかはね、そういう体験談的な話がすごい多かったんですけど、じゃあどういうふうにねこのドーパミンの中毒から抜け出しつつもなんか心地よく一日を過ごすかっていうところの解決策として、冷水シャワーが紹介されていたり、運動するとかでなぜそれがいいのかっていうのがちゃんとね、医学的な視点から解説されていて、そこがすごいいいなと思って、これはね結構読んでいて楽しかったですね。で実際トファログもこの本とか動画の影響から毎日ね今1ヶ月ぐらい冷水シャワーを浴びているんですけど、朝ね本当になんかだるい気持ちで仕事を進めてなんか疲れるっていう感じよりかは、いきなり冷水シャワーを浴びてで体がなった後に、本当に体急いで拭いて、その後にちょっとね作業を始める方が圧倒的に気持ちがいい感じがするんですよね。でちょっと前からねサーフィンとかも行くようになったんですけど、サーフィンみたいに冷たい水に入りつつね体を動かすとかだと本当にびっくりするぐらい一日ねすがすがしくて、めっちゃ一日の体調すごくいいんですよ。なので運動とか冷水シャワーめっちゃ大事なんだなっていうのをね1ヶ月間感じてるんですけど、逆にね、気持ちよすぎてなんかドーパミンがそれで出過ぎちゃって、なんか仕事する気になんないというか、実際やんなきゃいけないとか本当だったらなるはずなのに、気持ちよすぎて普通になんとかなるかみたいな感じで、あんまり危機感を持ってね仕事できないっていう副作用がある感じはするんですけど、人間としてはそのね生きやすさ的にはすごくいいかなと思うので、ちょっとね、冷水シャワー試してみてくださいっていう感じなんですけど、そういうのがねこの本には載っているっていうところで今回紹介してみました。このチャンネルはね健康的なチャンネルじゃなくてモノレビューとかそういうのをするチャンネルなのであんまり紹介しづらいんですけど、本当に冷水シャワーめっちゃいいですね。気持ちが上がるっていうのもそうなんですけど、体が本当になんかね贅肉とかがめちゃくちゃなくなった気がします。この1ヶ月で結構この体を冷やした後に自分で体を温めるね、作用とかが働くらしくて、そこでかなりエネルギーを使うらしいんですけど、かなり体のねなんかちょっとぽよっとしたような感じとか全くなくなって、ギチギチにね今体が絞られている感じがします。それプラス今まで結構あったね機械体操やってた時の筋肉とかもちょっと落ち着いてきて、今すごく細マッチョって感じになってますね。体が割といい感じの習慣なので、これからも続けていきたいなと思っています。何の話やねんって感じなんですけど、そんな感じですね。というわけで今回の動画はちょっと長くなっちゃったんですけど、これで終わりにしようと思います。トバログでは結構この動画の他にも人のカバンの中身とかルームツアーの紹介だったり、あとガジェットのね紹介すごくさせてもらっているので、ぜひ他の動画もチェックしていってください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録もお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。